こんにちは、大輔です。ある日本人男性がフィリピンの田舎町でロックダウンに遭ってしまって、帰ってこれなくなったというリアルな話ありましたよね。以前こちらの動画でお伝えをさせてもらっておりました。で、その大変な思いをされた方、僕の友人でもあるですね、その方なんですけど、名前はマノさんと言います。僕のチャンネルを見てくださってる皆さんの中では、密かにね、ご注目いただいていた方多いことかと思いますけども、こちらのマノさんがですね、この度帰国のチケットを取得できたということで、無事にね、先日マニラから羽田までの渡航を終えられたとのことなんですね。本日はマノさんのご好意によりまして、ご本人よりね、提供いただいた数々の写真ですとか映像、これをね、皆さんと一緒にチェックしながら、今現在マニラを出国しまして、そしてね、日本に入国するのがどういった風景なのかっていうことを詳細をご報告をさせてもらいたいと思います。本日の流れはこちら。1、フィリピンに長期滞在された背景。2、田舎町から空港までの道のり。3、ニノイ・アキノ国際空港の出国の様子。4、フライトの様子。5、羽田空港の入国の様子。最後に14日間の隔離生活へということでお伝えしてまいります。本チャンネルでは世界各国の渡航緩和の最新状況をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をお勧めさせていただきます。それでは参りましょう。1、フィリピンに長期滞在をされた背景なんですけども、マノさんがフィリピンに入国をされたのが昨年の12月11日と聞いておりますので、そしてね、今回帰国できたタイミングが9月7日ということですよね。約9ヶ月間の長い間、ずっとね、フィリピンの田舎町で生活をされて、ようやく帰ってこれたというわけなんですね。僕がマノさんに出会ったのは、今年の正月休暇のね、期間だったんですよ。観光ビザの延長を繰り返しながら、おそらくフィリピンの現地でね、様々なドラマがあったんだとは思いますけどね。今回帰国の旅路に疲れたということです。今回のマノさんのですね、帰国の旅、こんな流れです。フィリピンのヌベシハ州、ガパンシティからニノイ・アキノ国際空港までの移動、そして東京羽田空港までのフライトということになりますね。それではそんなマノさんの帰国の様子、進んでまいりましょう。まずは空港に移動するところから始まるわけなんですよね。今現在 GCQ と MGCQ の間、すなわちね、メトロマニラの外から中に入ったりですとか、その逆ですよね。中から外に出たりっていうことについてはですね、トラベルパスの提示が必要になる場合があるということなんですね。このね、トラベルパスを取得するところからマノさんの旅は始まるわけなんですよね。このパスはシティホールで取得できるってことなんですけど、これね、誰でも取得できるってわけじゃないんですよね。なのでマノさんはね、帰国をされる本人なので、これはいいとしても、同行者はね、誰でももらえるってわけではないみたいです。それなりの理由付けが必要ということで、ドライバーさん、あとね、通訳の方、そしてパートナーである奥様ということですね。ちなみにマノさんの奥様というのはフィリピンのガパンシティで出会われたということでして、マノさんがですね、ロックダウン期間中におとなしくしてね、日本に帰ってこなかったという理由が、そこら辺にありそうな気はしますけどね。どうなんでしょうか。同乗者である奥様については、このトラベルパスの申請の前にですね、コロナの陰性証明が必要だったということで、事前にテストを受けられたそうです。この事前検査の方法はね、血液採取の形式だったみたいですね。一人当たり1100ペソ、日本円で言うと2500円程度ですよね。ドライバー、通訳さん、奥様の3名が対象だったようなんですね。マノさんご本人はフィリピンから出国する対象者だったので、このね、血液検査に関しては免除ということだったらしいですね。このあたりの基準が興味深いところですよね。特に国内への感染防止に重きを置いているっていうことなんでしょうかね。結局無事皆さん陰性だったということで、良かったわけなんですね。この時僕のところにもね、リアルタイムにメッセージが送られてきてまして、都度安心したということを覚えております。トラベルパスの申請風景なんですけど、まるで病院みたいですよね。完全防備で窓口業務がね、行われてるってことを確認できますよね。フィリピンのバラン街の風景というのは結構ね、適当な雰囲気も見受けられるように思いますけど、このね、政府機関の窓口っていうのは、それとは打って変わって厳重さが伺えるんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ厳しいところとそうでないところ、適当なところがですね、織り交ざってる。これはね、フィリピンの雰囲気を感じます。
さて、忙しいのはここからですよ。空港のね、入り口のセキュリティ、エアラインカウンターでのチェックイン、セキュリティ検査、出国手続き、搭乗手続きとね、これらを手際よくこなしていく必要があるわけです。おそらく奥様とはですね、空港入り口でお別れだったんじゃないかと思います。ナイアのチェックインカウンターに入るためにはですね、このフライトの E チケットをですね、空港の入り口のセキュリティガードに事前に提示してから、それでね、入れるような、そんな仕組みになってるんですね。そしてですね、真野さんのように長期でフィリピンに滞在をされたね、外国人が出国をする時というのは、通常の手続きから一手間増えるんですよね。それは ECC の存在です。これはイミグレーションクリアランスサーティフィケートといいまして、6ヶ月以上ですね、フィリピンに滞在をした外国人がフィリピンを離れるときはですね、出国許可証として必要なものなんですね。で、これを持ってないと空港で支払いを求められるそうです。今回ね、真野さんはここでね、支払いが必要だったということで、出国審査時に1210ペソを支払ったとのことなんですね。補足をさせていただきました。そうそう。言い忘れてましたけど、真野さんですね、ペットのももちゃんと一緒に帰国予定だったそうです。ももちゃんは9歳になる猫ちゃんですね。冷暖房完備の専用貨物ということで預けなければならなかったそうで、その際の手続きの様子ですね、こちらは。なんでもですね、カウンターに係の方がいなかったようでして、隣のね、カウンターの人に手続きやってもらったみたいです。事なきを得たということで、こちらの書類がその結果ですね、ももちゃん9歳7ヶ月 4.9kg、無事に健康証明とともに預けの手続きが完了したようですね。ちなみにももちゃんの空港便の費用ね、今回の片道2万5千円だったということですので、通常のですよ、僕の座席料金よりも高いです。
日本の空港のカーペットに降り立った瞬間ですよ、肩の力が抜けると言いますか何と言いますかね、でもここからがまた一仕事なんですよね。到着後の PCR 検査、入国手続き、自宅もしくはねホテルまでの移動、2週間の自宅隔離ということですので、あとね真野さんの場合はペットのももちゃんの引き取りなどもありますからね、気が抜けません。まずは検査場に移動されて、ここから新型コロナの検査を行うようなんですね。検査方法は鼻咽頭検査ではなくて唾液による検査でした。検査場と入国審査に関しては撮影が禁止されているということですので映像はないんですけども、このままね解説をしていきます。唾液検査に関しては到着してから30分後には受けられたそうなんですね。検査後の待ち時間は1時間程度だったようなんです。真野さんの結果はと言いますと陰性でした。よかった。検査ステップのおさらいです。こちらは空港でもらう検疫手順書ですね。ステップ1、概要説明。ステップ2、検体容器、ラベル受け取り。そして検体採取。ステップ3、書類審査。検査結果待ち。ステップ4、検査結果通知。移動手段の確認。このね、ステップ1から4までの所要時間が、大体1時間だったということです。少し前までね、唾液検査が始まるまでの期間っていうのは鼻咽頭タイプの PCR 検査でしたので、半日以上待つことがね普通だったということを考えるとね、こういうふうに時間短縮されてるのは大きな進歩ですよね。そして検査が終わった後にですよ、赤紙なるものが渡されるようなんですよ。こう書いてあります。 COVID-19 指定地域滞在歴あり、厚生労働省から発行される紙のようですね。公共交通機関の使用は不可能。指定場所から14日間外出せず、人との接触を可能な限り控えてください。という注意書きがあります。まあね、これをもらって嬉しい人はいないでしょうけど、今現時点のね、渡航者の宿命ですよね。で、この後、出国手続き、そして荷物の受け取り、大事なももちゃんとのね、ここで再会が果たされるわけです。このタイミングで動物検疫も済ませるそうなんですね。この後、ももちゃんに関しては一足先にペットホテルに預けられたそうです。手荷物のタグに ANA からこんなメッセージが貼り付けられていたそうなんです。本日は ANA にご搭乗いただきましてありがとうございます。長いフライトと PCR 検査お疲れ様でした。こういうのがね、手書きで貼ってあると、日本に帰ってきたんだなという雰囲気になりませんでしょうかね。憎い演出です。さて、ここから14日間の隔離生活が始まるとのこと。そのためのね、ホテルへの移動ですね。なんと午後10時発のバスに乗ったのはね、真野さんお一人だったようなんですよ。この時期旅行客っていうのは非常に少ないことがここでもね分かりますよね。6、14日間の隔離生活へ。ホテルに到着された際にこういうシートが渡されたとのことなんですね。ホテルスタッフによる客室清掃はできませんとのことです。部屋に置かれたね、清掃用具は自由に使って OK とのこと。シーツなどの交換は連絡すれば対応してくれるとのことですね。ただし、使用後のシーツは自分でビニール袋に入れて指定場所まで届ける必要があるようです。外出は控えるようにということですね。ただし、食料の買い出しだとか洗濯などね、生活上必要な外出っていうのは注意して行ってくださいということなんです。真野さんはですね、9月7日の月曜日から9月の20日の日曜日までの丸14日間ですね、ホテルでの隔離生活ということですので、この動画はホテルで見ていただけることと思います。いろいろですね、細かく情報をくださり、ありがとうございました、真野さん。僕だけじゃなくてですね、今の現状を知りたい皆さんにとってもとても有意義な経験をね、シェアしていただいたんじゃないかと思います。ということで本日のご報告は以上となります。僕もですね、近いうちに真野さんと同じ経験をすることになるように思ってますよ。そんな日がね、来るかどうか、フィリピン政府ドゥテルテ大統領の判断一つかなと思うわけなんですね。真野さんに関してもフィリピンにいらっしゃるね、最愛の奥様としばしの間離れ離れの生活になるということですよね。僕と一緒に世界最長ロックダウンが行われているフィリピンの今後をですね、じっくりと見守る一員に加わられたということで頑張ってまいりましょう。Love is not tourism ということで本日の動画は以上になります。大輔でした。Say hi first. Say hi. How is it? How is it?